皆様こんにちは。シトラスハンドメイドのサラです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。そしてチャンネル登録、高評価、温かいコメントなんかも本当にありがとうございます。いつも励みになっております。今回はですね、こちらのミサンが編んでいきたいと思います。こんな感じでね、ダイヤ柄になっています。ダイヤがどんどんちっちゃくなっていって、それがこう重なっている感じですね。どんどんこう追いかけている感じというかね。はい。で、糸の色によってもまた雰囲気が全然変わってくるので、これは同系色の糸ですね。でグラデーションみたいになっていて、あとはパステルカラーとか、これはちょっとね暗めのカラーでかっこいい感じになっています。はい、お好みで糸選んでみてくださいね。で糸の種類によってもまたこのダイヤがしっかりこうダイヤ柄が出たりとか、ちょっと歪んじゃったりします。はい、私はこの糸で今回編んでいるんですけれども、これはですね前に、動画で紹介したいっぱい糸が入っているネットで買った糸なんですけれども、すごくしっかりしてました。でこれは最近の100均で買った糸なんですけれども、最近の100均の糸は結構しっかりしてますね。で昔100均で買った糸でこれは編んだんですけれども、少しね柔らかかったんですね。で糸の太さもちょっとまちまちだったので、少しこうダイヤがね歪んだ感じになっているんですけれども、そんな感じでねこうビシッと決まったり少し歪んじゃったりするので、糸もねお好みで選んで編んでみてくださいね。で編み方なんですけれども、私は動画内でこの4と逆4って説明しています。4の編み方の時は右の糸をまっすぐにして左の糸で4の形を作って下から出していきます。逆4の時は逆に左の糸をまっすぐにして右の糸で逆4の形を作って下から出していきます。この編み方で編んでいきます。はい、それではまず糸ですね。今回私は170センチ5本と185センチ1本、全部で6本の糸を半分に折りたたんで編んでいきます。で端は全部揃えて半分に折りたたむと、この片方に15センチこの長い糸が折りますね。これで輪っかの頭の部分を作っていきます。でこの頭の部分の作り方の動画は別でありますので、もしよかったらそちらも参考にしてみてくださいね。で今回15センチで取った頭がこんな感じです。輪っかプラス少し編んでつなげていくので、こんな感じで作っていこうかなと思います。20センチだとこんな感じになりました。はい、お好みで長さも決めてみてくださいね。で今回は12本を横にこう並べて、折りたたむので12本を編んでいくんですけれども、1段目は2本ずつそれぞれ編んでいって、その次は1本外に糸をして、それ以外で2本ずつそれぞれ編んでいきます。で3段目、次の段が全部それぞれ2本ずつ編む段で、その次が1本外に置いてそれ以外で編む段、こう順番になっています。全部で8段になります。よかったらスクショしてくださいね。はい。で糸の色はどんどん変わっていくんですけれども、編み方はずっと一緒なのでね、はい、ゆっくり始めていきたいと思います。でまずですね、この輪っかの部分を固定して、で左右ですね対称にしていきます。色の順番を、まずはこの輪っかにつながっている糸を外に置いて、はい、私はこの糸の並び順で編んでいきたいと思います。ちょうど真ん中にミラーがあるような感じで左右対称になっています。まずはこの左の部分から編んでいきます。一番左のこの輪っかにつながっている糸を1本外に置いて、次の色の糸、私はオレンジなんですけれども、オレンジで残りの4本をまとめて4の編み方で1
回で、逆4の編み方で1回編みます。そしたら編んだら左へで、次の色はブルーなので青い糸を出して残りの3本まとめて4を1回逆4を1回編みます。編んだら左へで、次は紫なので紫色の糸を出して残りの2本を4を1回逆4を1回編みます。編んだら左へで、次は赤なので赤い色の糸で4を1回逆4を1回編みます。そしたら今度は右側ですね。右側も輪っかにつながった糸は右へで、順番にオレンジの糸でまずは残りの4本を今度は右側は逆4を1回そして4を1回編みます。編んだら右へ次は青い糸で残りの3本を逆4を1回4を1回編みます。で、次は私は紫になります。これで残りの2本を逆4を1回4を1回編んで編んだら右へで、次が赤ですね。これで4を逆4を1回ですね。で、4を1回編んで編んだら右へで、真ん中に来たこの糸で私はピンクなんですけれどもピンク同士でここをつなげていきます。4を2回編みます。1回2回ちょっとここ離れているのでねくっつけながらゆっくり編んでいきます。はい、これで、頭の部分がつながりました。そしたらまた左に戻って編んでいきます。左側まずは一番左の糸ですね。輪っかにつながっている糸で隣に4を2回4の編み方で1回2回で隣にも4を2回編みます。4で1、2で隣の糸も4を2回1、2、4が3回続きました。そしたらこの4本目は4を1回逆4を1回編みます。そうするとね糸の順番がこんな感じになりますね。で、次この一番左になった糸ですね。この糸で今度は、4を2回1、2で隣は4を1回逆4、1回編みます。はい、そうするとこんな順番になります。で、今編んだのと同じ
編み方、対象になる編み方で右側も編んでいきますね。まずは一番右の糸ですね。この輪っかにつながっている糸で3本目まではこの右側なので逆42回ずつ編んでいきます。まず隣の糸に逆4で1、2、隣の糸も逆4で1、2、隣の糸も逆4で1、2で4本目の糸は逆4を1回、4を1回編みます。はい、そうしたら今一番右にある糸でまずは逆4を2回、1、2で隣の糸は逆4、1回、4を1回編みます。そうすると左右対称に色の順番がなっているかなと思うんですけれども、はい、左右対称なのを確認してここから1段目スタートしていきます。はい、それでは1段目ですね。1段目は全部編む段です。2本ずつ編みます。逆4、2回、逆4、2回、逆4、2回で4、2回、4、2回、4、2回、こんな感じですね。で糸はこういう風になってます。この2本ずつをそれぞれ編んでいきます。まずは左からね、一番左の2本で逆4、2回ですね。逆4の編み方で1、2で編んだら2本とも左へ、次の2本でまた逆4、2回ですね。逆4で1、2編んだら2本とも左へで次の2本で逆4を2回、1、2編んだら2本とも左へでこの右側は4を2回ずつになります。まずこの2本で4を2回、1、2で次の2本で4を2回、1、2で一番右の2本で4を2回、1、2はい、これで1段目完成です。で編み終わった時にこの色の順番ですね、左右対称になっているかを確認します。続いて2段目ですね。2段目は端の1本ずつを外に置いてそれ以外で2本ずつ編んでいきます。逆4、逆4、4、4、4と2回ずつ編んでいきます。まずですね、一番端の1本1本左右1本ずつを外に置いてそれ以外でこう編んでいきますね。まずはこの2本で逆4を2回、1回、2回編んだら左へ、次の2本も逆4、2回ですね。逆4で1、2で真ん中の2本は4を 2回、
1、2で、次の2本も4を2回、1、2、次の2本も4を2回、1、2、はい、これで2段目完成です。で、編み終わった後には、色の順番ですね、確認して左右対称になっているかなというところで、ね、あとこの編み柄も左右対称になっています。続いて3段目ですね。3段目は全部編みます。2本ずつそれぞれ編むんですけれども、編み方が逆4、4、これを3目と4逆4、これを3目になります。はい、編んでいきますね。まずこんな感じでね編んでいくんですけれども、左からまず左の2本で逆4、1回、4を1回編みます。編んだら左へ、次の2本も逆4、1回、4を1回編みます。次の2本も逆4、1回、4を1回編みます。はい、で右側はこの次の2本からは4を1回逆4、1回になります。まず4を1回編んで逆4、1回編みます。次の2本も4を1回逆4、1回になります。で最後の2本も4が1回逆4、1回編みます。はい、そうすると左右対称の色の順番になっているか確認して次の段に行きます。続いて4段目ですね。4段目は、外に1本ずつ置いて、ここが4、2回、4、2回、4、2回の逆4、2回、逆4、2回と編んでいきます。まず1本ずつ外に置いて、この2本で4を2回、1、2で次の2本も4を2回、1、2で真ん中の2本も4を2回、1、2で次の2本は逆4、2回、1、2で次の2本も逆4、2回、1、2はい、これで4段目の完成です。続いて5段目ですね。5段目は全部編む段です。4、4、4、逆4、逆4、逆4と2回ずつ編んでいきます。糸がね、左右対称になっているか確認して、まずは左の2本で4を2回、1、2次の2本も4を2回、1、2
次の2本の4を2回、そしたら隣から今度は逆4、2回ずつになります。この2本で逆4を1、2、隣の2本も逆4を2回、1、2、で最後の2本も逆4、2回ですね。1、2、これで5段目の完成です。続いて6段目ですね。6段目は端1本ずつ外に置いて4、4、4、逆4、逆4、2回ずつ編んでいきます。まずは外に1本ずつ糸を置いて、ここからですね。まずは4を2回、1、2で隣も4を2回、1、2、そして真ん中の2本で4を2回、1、2で隣の2本は逆4、2回、1、2で隣の2本も逆4、2回ですね。1、2、はい、これで6段目の完成です。続いて7段目ですね。7段目は全部編む段です。4、4、4、逆4、逆4、逆4と2回ずつ編んでいきます。まずは左の2本で4を2回ですね。4で1、2、次の2本も4で1、2、次の2本も4で1、2で隣の2本は逆4、2回です。逆4で1、2、隣も逆4、2回ですね。逆4で1、2、はい、最後この2本も逆4、2回です。1、2、はい、これで7段目の完成です。続いて最後の段になります。8段目ですね。最後は1本ずつ外に置いて4逆4、4逆4、真ん中は4を2回編んだら逆4、4、逆4、4と編んでいきます。まずは1本ずつ外に置いて、この2本で4を1回、逆4、1回編みます。次の2本の4が1回、逆4、1回編みます。で真ん中の2本は4を2回、1、2で隣がこの2本で
逆4、1回4を1回編みます。で隣の2本も逆4、1回4を1回編みます。はい、これで8段目の完成です。はい、ここからまた1段目に戻って編んでいきます。で1段編み終えたら色の順番ですね、左右対称になっているかなっていうのを確認しながら編んでいくといいかなと思います。そこが非対称だった場合はもしかしてどこかで編み違えちゃっている可能性もあるのでね、確認しながら編み進めてしばらくこの編み方で続けていきます。はい、しばらく編んできたのでここからまとめていきます。でここからねもうそのまま三つ編みとかで編んでもいいんですけれども、私はこんな感じでね真ん中にこう集めてから最後こう三つ編みとか、あとはこう集めてから1本で三つ編みとか、こんな感じに編んでいきたいと思います。で今私ここ2段目まで編めました。この2段目ですね。でここに星がついてるんですけれども、ここまで編みました。はい、2か4か6か8段目、ここでストップしてここからぎゅーっと縮めていきます。私は2段目なのでこの下、これ5箇所編んでるんですけれども、この下はこの4箇所を編みます。その下が3箇所2箇所1箇所みたいな感じでね、ここを編んでいきます。こんな感じで、はい、なので、例えば6段目で終わっているよ、ここまで編めたよっていう場合はこの下から4箇所3箇所で1段目に戻って1段目が2箇所1箇所みたいな感じでこう真ん中に集めていきます。ちょっと編んでいきますね。まずは、2段目が編めたので私はこの3段目のこの4箇所を編みます。で、右と左2本ずつ糸を外に置いて編んでいきます。2本ずつ外に糸を置いたらそれ以外の糸でこんな感じでね1,2,3,4箇所編んでいきます。3段目なのでまずこの2本は逆4、1回4、1回で次の2本も逆4、1回4、1回で隣の2本は4、1回の逆4、1回隣の2本も4が1回逆4、1回、これで3段目の4箇所が編めました。そしたら次ですね、次が4段目になるんですけれども、4段目の1、2、3箇所を編みます。でここは3本ずつ左右糸を外に置きます。こんな感じですね。3本3本外に置いてこの2本ずつで編んでいきます。まずはこの2本で4を2回1、2で中心のこの糸で4を2回1、2で隣のこの2本は逆4、2回編みます。1、2そしたら次が私は5段目になりますね。この2箇所を編みます。
ここは4本ずつ外に置きますね。この2箇所を編んでいきます。まずはこの2本で4を2回、1、2で、この2本は逆4を2回、1、2はい、そしたら最後6段目、ここの真ん中の1箇所4を2回ですね。ここを編んでいきます。中心の2本ですね。これで4を1、2回。続いて左側から編んでいきます。まず一番左の2本、この2本で逆4を1回、4を1回編みます。で、編んだらこの2本をまとめて隣の糸で逆4、1回、4を1回編みます。そしたら編んだ糸まとめて、今3本まとまってます。これで隣の糸で3本まとめて逆4、1回、4、1回編みます。で、4本まとめて隣の糸で逆4、1回、4を1回編みます。で、まとめて最後ですね、5本まとめてこの糸で逆4、1回、4、1回編みます。そしたら右側も同じくですね、右の2本、右側は4、1回、逆4、1回になります。編めたら2本まとめて隣の糸で4を1回、逆4、1回編みます。で、この3本まとめて隣の糸で4を1回、逆4、1回編みます。で、まとめて隣の糸で4を1回、逆4、1回編みます。編んだらまとめて最後5本まとめて4を1回、逆4、1回と編んで、で、この中心に来た糸同士で4を2回編みます。1、2はい、そしたらお好みでこの下は全部まとめて3つ編みでもいいですし、4つ編みでもいいですし、2つに分けても、はい、お好みで編んでみてくださいね。完成しました。こんな感じでね、ちょっとボヘミアンみたいなね、素敵な柄のミサンガが編めました。皆様編めたでしょうか？もしね、編めたよという方はグッドボタン残していただければとっても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。